生。すごい。今日は何しに来たんだ？今日はですね、なんと占いしに来ました。初占い。あ、初ではないか。でも2人でプライベートで来るのは初めて。うん。当ててもらおう、いろいろ。そう、なんでそれが分かったんですかっていうのを当ててもらわないとやっぱ信用できないので。ね。じゃあ行こう。こんにちは。こんにちは。予約してるんですが、はい、予約のペンですね。はいはい。終わります。じゃあ、そうしましたら、本日ね、こちらの大先生ですね。お、同じ名前なんだ。大先生。すごい。いや、そうしましたら、そのままご案内させていただきます。はい、お願いします。すごい。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。僕も大って言うんです。よろしくお願いしよろしくお願いします。ます。どうでしょう。どんなことを見ていじゃあ大から占おうか。海外に住みたいっていう目標があるじゃん。うん。そういうのはさ、相性とかさ、うん。あるのかなっていうのは一番直近で気になる。仕事ね。仕事とか、人生として。うん。とりあえず、ざっくりその国外とか海外とか、はいもっと言うとその自分とはそのバックボーンが違うような人たちとこう関わっていきながら何かこう生活をしていくであるとか、こう仕事をしていくとかはお二人とも合ってるよ、これだったら。で、どの辺がいいかっていうと、やっぱりこれ2人ともなんだけど、客観性が非常に高い。そうなんだ。こう自分とは違う考え方とか、自分とは共感できないなみたいなところとかもきっと当然人だからあるわけなんだけれども、それはそれとして、そういう考え方もあるよねとか、ああいう考え方もあるんじゃないかっていうふうにこう考えることができる人たちではあって、だから案外平気してるしっていう感じかな。関わるチャンネルっていうのが情報のチャンネル、関わる人の層とかね、が広い方がうまくいきやすいタイプなんで、2人とも。じゃあ関わる人が多い方がいいです。で、そうすると、国内だけじゃなくて国外まで仕事を広げた方がうまくいく。そういうことか。こんな多いんですね、タロットのカード。事前にシミュレートするってことをしすぎず、とりあえず会ってみるとか、とりあえず紹介してもらうとかっていう風にしていくといいと思うよ。これだったら考えすぎて精神的にしんどくなるかもわからんなと思っちゃったんだよね、僕。すごい考える力が強いからで、もしかしたらちょっとめんどくさいなとか、あんまり人と話したくないんだよなとかっていう日も来るかもってちょっと思っちゃったの。なんだけど考える力が強いがゆえにそうなっちゃうっていうだけだったりするから、一旦その自分の悩みとかなんとかっていうのは脇に置いて、とりあえず人と関わってみようとか、会ってみようとか、試しにとかいう感じにする。で、過剰に、相手の期待に応えようとかしすぎなくていいから。そういうとバランス感覚でやっていけば、やっていけると思うんだよね。わかりました。基本的にはプラスってことなんですか？プラス。これ2人ともだけど、2人とも流れはプラス。だって。あと聞きたいことどうだろうね。ないの？僕が中西だったんですけど、鬼塚に1ヶ月前ぐらい変わって、その影響っていうか、影響ね。運気安定路線になる変わり方かな。これだとこだわりが強い名前だった。でそこが武器にもなるっていうタイプではあって、いろいろあってもとりあえず自分の信念で前に進むみたいな、そういう感じの名前なんだよね。でその上でこの前と後っていう比較をすると、前の名前の方がこうちょっとなんていうかキレキレ感っ
っていうのかな、がある名前なんですよ。キレキレっていうのはシャープではあるんだけど、その分ちょっと波乱が出やすいなんてよく言われる名前なんですよ。こう良くも悪くもなんかこうエネルギーが強いみたいな名前で、こう中国的な日本的なっていう考え方って言ってください。そういうのがと比較、まあそういう火の名前っていうんですけど、炎ですねっていう名前なんですけど、それが今回のその鬼塚俊様っていう名前に変わったら今度水に変わったんですよ。水が変わってで、水っていうのは何かっていうと、ちょっとね、このね、思想っていうか自分なりの考え方とかをこう持っていくとか、少し落ち着かせていくとか、そういう感じの名前っていうのが出てるんで、だから外よりはね、外にはお出になっていく人だとは思うんだけど、とはいえ名前としてはむしろ自分の中身、内側をこう追求していくみたいな感じの部分にちょっと変わっていく感じ。でもだからこそこのバーンみたいな感じななんかいいところでもあるけど不安定さとも読める部分が少しむしろ落ち着くって感じっていう感じに名前としてはちょっと影響としては変わっている。で、ただ一方でこのグってそういうふうに自分の内側に入っていくっていうことになっていく名前であるからこそ、むしろこの外側に対してのインパクトって少し弱くなってくるんですよ。じゃあどうなるかっていうと、外とのつながりを大事にしていった方がうまくいく。今後はこうなんだろう、自分は今こういう仕事をやっててとか、こういう感じのなんつうのかな、パブリックイメージがあってとかっていうのがあるかもしれないけど、おそらくそれにとどまらず自分としてもっとじゃあどうしていこうかっていうのをなんか追求していくっていう、そういう名前になんかなってる感じがある。だからこうある種そのより自分っていうのを探していく、追求していくっていうのにちょっと変わった感じがありましたねっていう変化がちょっと見てて感じましたからね。なるほど。今で言ったらね、すごくいいチェンジかなとは感じましたけれども、2人の相性とか、カップルのこれから大事。まず先ほどもちょっとお伝えしたんですけど、基本的には相性は非常にいい2人は。なんつうかな、その恋愛としてもいいし、そもそも恋愛関係なく人としての相性っていう意味でももともと非常にいいですね。で、しゅんさん非常にこだわり強い人なんですけど、逆でもちょっと似たような状況はちょっと発生しそうではあって、あるよね。結局しゅんさんも愛情としては、やっぱ安心できるものっていうのは欲しいって、安心できる。この2人はね、そのコミュニケーションがね、ちゃんとこううまく取りやすいお二人な気もするから、今あえてちょっとあえて違うところとか指摘しちゃったけど、基本的にはね、気持ちとか感覚的なもののズレは非常に少ない。言葉のコミュニケーションの相性がずれてると、それで誤解になっちゃって、誤解が積み重なっちゃったりとかってするんだけど、カップルって、この2人は比較的そういうのは少ない感じは。あ、そうなんだ。だからそうかも。大丈夫な気がするというか、いいところかな。お互いになんだかんだで余裕がないとか、忙しいとかってなった時って、やっぱこう相手のことばっかり考えづらいって、まあ人だから当然なるんですけど、その時にもうちょっとすれ違いとかはちょっと起きやすいというか、2人は似てる2人だけど、やり方っていうかな、得意なやり方は実は違う2人なので、真剣にこう忙しいとかってなってる時はそのなんつうかやり方やなんつうかな、やり方だな、方向性がちょっと別の方に進みやすいんですよ。でそうするとその中でこうなんか相手に気を使うとかってなるとね、ちょっと大変というかこじれやすくなるかもしれない。忙しい時にこじれやすそうなカップルだなと思ったらっていうだけなんですよ。でだからちょっと後にするとか、ちょっと後で話そうとか、なんかこの白黒を一気につけようとか、その場でするのは一旦なしにしようとか。無理だよね。じゃあそうしよう。
ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。もう一生入れます感想私。ね、なんかどうだった瞬？まあでも当たってた。当たってたけど、もっと占いっぽいのが欲しかった。でも言いたいことは分かる確かも。信つくやつ。なんか割とこうふわっていう感じだったか、まあ回してるから気使ってくれたのかも分かんないけど、なんか優しいとその人を僕は疑っちゃうんですよ。名言。だからこんぐらい優しくない出会いの方がやっぱ信憑性は高いっていう。さあ、初回がそうね。この人絶対嘘つかないみたいな。全然優しくなかった。全然優しくびっくりしちゃった人生で初めてです。あんなに優しくない恋愛の始まりは。お腹が空いたので食べ歩きをしに行きます。でも海外の人にとっては天国だろうね。でもさ、ちょっと韓国っぽくない？なんかこの通りちょっとね。わかる？全然可愛くない。全然かも。おっさんなんかまあいっか。こんなところ姪っ子と来たらお財布がなくなりそう。すごいね。暑いね。激熱。あー、お腹すいた。ね。やばい、いい匂いする。